今回は夕方お仕事終わりに家族のバースデーお祝いで代官山へフレンチを食べに行ってきました。それぞれの場所から、電車の車両の中で、待ち合わせたので、寒い外で待つ必要もなくラッキーでした。どうぞご覧ください。東急東横線の代官山駅ですね。ここからもうすぐのところに以前ベルギーのレオニダスというチョコレートメーカーのお店があったんですけれどね、私は個人的にはここのチョコレートが一番好きで、バレンタインシーズンになると自分用に詰め合わせを買ったりしてたんですけど、残念ながらちょっと代官山店はなくなってしまったようです。でここ左に曲がります。でしばらく行くともうすぐですね、信号が見えてきます。そしてここ大通りにぶつかるんですけれども、この大きな通りが旧山手通りというところです。で私たちはここを右に曲がってまっすぐ進みます。で決してお店の数とかは多くはないんですけれども、落ち着いた雰囲気があって逆にいいと思います。大使館があったりとか展覧会があったりとかイベントもちょこちょこあったりするみたいです。で左手にはリストランテアソとか、あとカフェミケランジェロとかあって、このお店もすごくいいところですね。でそうこうしてるとこの目の前が蔦屋書店で、もうとにかく寒かったのでひとまず中に入って暖を取ろうかなっていう感じです。でこちらの蔦屋書店は独立した複数の建物が渡り廊下でつながっているような作りになっていて、お店はもちろん書店なんですけれど、カフェとか文房具とかこだわりの食品お菓子、それに小物とか雑貨なんかも扱われていて、ちょっと作りが隠れ家のような大きな秘密基地のような雰囲気があります。でこの日はねちょっと寒くってとにかくで平日の夕暮れ時ということもあるのか、それほど混んでいませんでした。でこうやって2階に上がるとワークスペースもゆったりと用意されています。でもしねお家がご近所だったらこういうところでデスクワークしたらもうなんかすっごくはかどるかなっていう感じです。で渡り廊下を渡ってもう一つの建物の方に入るんですけど、こちらも本当にゆったりとしたスペースでくつろげそうですよね。こちらのエリアは主に子ども向けの絵本とか、あと、読み物ですね。あと外国の方たちに興味持ってもらえそうな、小物類なんかも扱っていました。そしてちょっと早かったんですけど予約の時間よりは。でまた大通りからもう本当にすぐです。まっすぐ歩いていって、そして目的の、レストランに着きました。ライトアップがとっても綺麗です。メゾンポール・ボキュスさんですね。でこちらのお店っていうのは、地下なので階段をこういう風に降りていきます。とっても雰囲気がいいところです。でちょっとこうやってガラス越しに雰囲気ちょっと見れたりするんですね。以前こちらのお店はシンポジオンという名前だったんですね。で今お手洗いからちょうど出てきて廊下に出るみたいな感じで撮ってるんですけども、左手にバーラウンジ、そして右手にダイニングがあります。私はネットフリックスで見たんですけれど、グランメゾン東京というドラマでもライバル店のレストランという、立ち位置でこちらの、レストランが撮影に使われていました。で最近になって白い色調にガラッと変わって内装が、でリヨンの本店の内装に寄せたみたいです。で白い色調で床の木組みまでこだわって作られたそうです。でドラマのグランメゾン東京の赤い色調との対比という面でも見て面白いかもしれません。でまずシャンパンなんですけれど、ワゴンで5、6本ね運ばれてきて、でいろいろ説明を受けて結局おすすめの黒ぶどうで作られたものを選びました。で雰囲気的にいっぱいいっぱいの値段をね聞くのがとても聞きにくいので、結局とっても素晴らしいお値段でいい記念になりました。こちらはもう手で一口で食べられる
フィンガーフードです。そして次のアミューズがラビオリの中にもスプーマ状のソースの中にもふんだんに人参が使われていて、非常に人参の旨味を感じました。そしてこちらの発酵バターは北海道で作られているそうなんですけれども、わざわざフランスから数十頭の牛さんたちを北海道に連れて行って、それでバターを作っているそうです。パンもとっても美味しかったです。こちらがオマールエビのフリカッセで、おソースが生姜とレモングラスの風味が入っているココナッツベースのソースっていう感じですね。でもこれも香りがフレッシュで、オマールエビも半生かっていうぐらいの火入れ状態でとっても柔らかくて優しい味わいでした。こちらがお口直しの国産レモンとリモンチェッロのグラニテで、リモンチェッロはもう急速冷凍して、このアルコール度数が高いままダイレクトで、国産レモンの方は苦みも生きたすごく美味しいコンビネーションでした。私はもうお酒弱いので、相方だけこちらも飲んでました。こちらエゾシカのキャノンです。キャノンって大砲の意味ですね。で、そういう形状に切ったエゾシカのお肉を調理しているわけです。で、別料金でペリゴール産黒トリュフをおすすめされて、せっかくなので一皿分だけ追加しました。非常に高級なうまみでした。で、デザートの前にこれも追加なんですけれども、チーズのワゴンがね登場します。でもこの時点でお腹いっぱいでいいかなと思ってたんですけど、世界のいろいろな30種類のチーズのね特徴を伺って、じゃあちょっとオーダーすることにしました。で、この2つ選んだチーズなんですけど、これねどちらも東京産なんですよ。で、お店としては地産地消にも力を入れているそうで、こちらは青梅市で、女性のチーズ職人さんがお一人で作ってるっていうね。で、もうそれを聞かなかったら、まさか東京で作られてると思えないようなこなれた熟成した味わいで、本当に美味しかったです。どうもありがとうございます。この可愛い手回しのオルゴールのお祝いは新たに取り入れられたみたいですね。いよいよ最後のデザートは、温かいチョコレートが中に閉じ込められたフォンダンショコラのバニラアイスクリーム添えでした。こうやって崩すともうとろっと温かいチョコレートソースが中から出てくるんですね。で、こう周りも崩しながらいただきました。もう普段のおうちご飯とはかけ離れた特別感満載の食事でも本当に良い記念のディナーになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。